こんばんは。はるけです。今回は最新版のミッドフィルダーティアリストになります。前回のティアリストからまた2週間ほど経ったので、更新をしていきたいなというふうに思います。この2週間の間はやはりファンタジーフットですね。今でもチーム2が配布されてますけど、現役の選手だったりとか、ヒーローの選手だったりとかも、追加を、しているので、今回も紹介をしていきたいなというふうに思います。それでは、早速紹介をしていきます。こちらが最新版のミッドフィルダーの、ティアリストになってます。で、今回からですね、表記、5段階の表記を S、A、B、C、D という風に、変えました。特にランク的には、変わりは、ない5段階っていう風な感じにはなってるので、ご了承いただければ、ありがたいなという風に思います。で、D ですね。D に関しては TOW、ロドリ、だったり、ライマーを入れてます。ライマーを少し下げたっていう風な形にはなるんですけど、少しちょっと金のカードっていうのは、厳しさ、大体の金のカードはちょっと厳しさはあるかなという風には思います。で、そして C ですね。C に関しては、ファンタジーフット、ビマーを、入れました。ビマーだけを追加をしたという風な感じになります。で、ビマーはそれこそスピードがあって、44っていうのも、まだある程度許容範囲内というか妥当できるような、ところではあるんですけど、個人的に使った感じ、ちょっと微妙というか、なんかそうですね、もう本当に単純に B はないなっていう風に、思いますね。それこそスピードがあるので、スパサブとしていけるんじゃないかという風にも思う方おられるかもしれないんですけど、ビマーよりもいい人はいると思います。スピードがあって、速さも、速さとかスピード感を感じつつ、ドリブルも軽いとか、そういう風な感じの選手というのは代わりにはいるので、スパサブとしてでもちょっと厳しいかな、物足りないかなっていう風には、思いますね。能力的にはそんなに悪くはないんですけど、身長も182がありながらも、なんかフィジカルもそんなには強くは、なかったので、ちょっと、そうですね、現環境では、そんなに強くはなかったかなというふうに思います。で、そして、B ですね。B に関しては、ファンタジーフットの、三笘、そしてファンタジーフットフェルナンド、そしてファンタジーフットヒーローのリッケンを、入れました。ファンタジーフット三笘に関しては、やっぱり日本人っていう風なところで、非常にやっぱり来てほしいような、選手でしたし、来てくれて非常に嬉しいなという風に感じます。自分はこの人を使って、やっぱり楽し楽しい、楽しいっていうのが一番はあるんですけど、それこそ理不尽さっていうのは感じなかったですね。で、特にやっぱ逆足さんっていうのは、シュートの部分でも気にはなるんですけど、パスの部分でもちょっと気にはなったかなっていう風に、思います。自分もちょっと意識をしてたのが、右足で蹴ることが多かったんですけど、やっぱふとした時に逆足、左足で蹴るっていう風な時に、やっぱ難しいパスはできなかったりとか、パスが緩くなってしまったりとか、そういうのはやっぱ逆足さんの影響っていうのは出てたかなというふうに思います。三笘の特徴としてのスピードだったりとか、ドリブルの軽さっていうのはあったんですけど、それもそうですね、めちゃくちゃ加速だったりとかが、それこそバペとか、加速があるような感じでもなくて、しっかり対応されてしまったりとか、それこそ相手のサイドバックだったりとかが速いと普通に追いつかれてしまうので、でフィジカルがないので、やっぱ相手のサイドバックとかのフィジカルが強い選手だと本当に簡単に取られてしまう、っていう風な選手だったので、もっとね上手い人が使うとわからない、もっと強いかもしれないんですけど、個人的には A はないかな、本当にB かなっていう風に、感じました。で、そして、フェルナンドですね。フェルナンドに関してはやっぱペースが、少し遅いなという風に思うんですけど、ちょっと風見ろタイプですかね。一番左の TOTT の風見ろ。それにちょっと近かったかなという風に思います。足とかは長いので、
それでね、足届いてしっかり取ってくれるっていう場面はあったんですけど、そもそもそこの敵の近くに行くまでのスピードっていうのは少し遅いような選手にはなってます。あとはドリブルに関しては、少しまたこの人もね、重たさっていうのはボディタイプリーンではあるんですけど、そんなに軽さっていうのはなかった、です。逆足4っていうのは非常にいいんですけど、総じてそんなに悪くはない選手ではあるんですけど、かといってこの人も、めちゃくちゃ強いなっていう風に感じる選手では、今のところは、なかったかな。アップグレードされてペースが上がれば、またちょっと強いような選手にはなると思うんですけど、現状のフェルナンドだと、個人的には B かなという風な感じですね。で、リッケンですね。リッケンはやっぱスキルが3から4に変わったっていう風なところは非常に良かったかなという風に思います。4-4になったっていうのは一つ大きな進歩というか、強くなったかなっていう風に思うんですけど、この人もちょっとなんか微妙というか、軽いのかなんか重いのかどっちかわからんなみたいな、選手でしたね。でやっぱり2列目の選手、キャブの選手だったりとかはやっぱり軽さっていうのは重要、だったりはするので、そこで結構相手のプレスが速かったりすると詰められてしまって、ボール蹴れなくて失ってしまうっていう風なところがあったので、なかなか個人的にはね、リッケンをうまく使いこなせなかったなっていう風な、印象があります。で、ペースに関してもそこまで高くはない。2列目からね、飛び出す上で、これぐらいペースがあれば、十分ではあるんですけど、そんなにスピード感も感じることは、なくて、個人的にはまだ良かったのはシュートの部分かなっていう風に、思って、ですけど、そんなには強くはなかったかなっていう風な、感じで、この人もなかなか、A には上げづらいような、選手で、いつかね、ちょっともっと強いようなリッケンが、来ることを、願いつつ、ちょっと個人的にはこのファンタジーフットのヒーローのリッケンは、若干ちょっと微妙やったかなという風に感じます。で、そして A と B の間にいるのが、フューチャースター、ビティーニャ、そしてファンタジーフット、ファビアンです。どちらもパリ・サンジェルマンの中盤の選手。で、ビティーニャに関してはね、前回と変わらずなんですけど、新しく追加をしたファビアンですね。ファビアンに関してはね、それこそそんなにこの人も、守備力のディフェンスの能力っていうのは高いんですけど、フィジカルがそんなになかったりは、しますし、身長の割になんか取りきれないっていう風なところは、どうしても出てくるのかなという風に感じます。パスが上手くて、若干この身長の高さの割にはドリブルはできたり、するんですけど、ペースもそんなに速くはないので、この人もね、ここの間にいるぐらいの選手ではあるので、悪くはないんですけど、それこそ A の選手よりかは、そんなには、強くはないという風な感じ。またファビアンもペースが速くなったりとか、フィジカルの部分だったりとかが強くなると、また違うような選手にはなるんですけど、今の感じだと、ちょっと、個人的にはあんまりかなという風に、思います。30万以上、する選手ではあるんですけど、これはね、多分アップグレードされるだろうという風な、予想でのこの値段になっているという風には感じるので、44になったことも非常にいいんですけど、あとはミディミディですね。ワークレートミディミディっていうのも若干中盤の選手としては、ちょっと微妙かなという風にも、感じるので、個人的にはここの間、A にはいかなかったかなという風な感じです。でそして A ですね。A は、ファンタジーフット、ベナセル。真ん中ら辺にいます。ファンタジーフット、ベナセル。そして同じくファンタジーフットのジャンですね。エムレジャン。でそして右に行くと、ファンタジーフットヒーローのカイト。この3名を入れました。ベナセルに関しては、左利きの選手でドリブルが軽くてっていう風な選手で、さらにディフェンスも、しっかりできるような選手で、ペースもあるという風な感じになります。身長自体はそこまで高くはないような選手にはなるので、ドリブルは持ちやすいんですけど、理不尽的な刈り取りみたいなのはあまり感じない選手にはなるかなという風には、思います。
ですけど、この人は、しっかりこう積極性とかも、高くて、リアクションとかだったりとかもある程度、あるので、ボールへの反応速度っていうのも、速いかなというふうに感じます。それこそね、ファビアンと同じぐらいの値段なんですけど、僕は圧倒的にベナセルの方が、いいかなというふうに感じます。で、それこそ、逆足がね、3っていう風なところは少しマイナスというか、4はあってほしいなっていう風に思うポイントではあるんですけど、全体的に、自分は A にいてもおかしくはないような、選手にはなるのかなという風には思います。守備の時もね、やっぱ操作しやすいような選手にはなりますし、結構この人はいいかなという風に思います。でそしてエムレジャンですね。エムレジャンの場合はどちらかというとこうガツンと、取り切るような、選手にはなってますし、センターバックも、できるような、タイプにはなるのかなというふうに、思います。少しねちょっと加速が低いのはちょっと、ここ上げてあげないといけないところかなというふうには思うんですけど、守備能力高く、フィジカルも強いっていう風な選手で、ボランチだったら守備的な、選手として、やっぱりこう相手の攻撃の目をつむ、っていう風な、使い方が一番いいのかなという風には思います。逆足4っていうのも、素晴らしいですし、ワークレートミリハイっていう風な、ところで、そこのこう守備的な選手としての特性っていうのも非常に持ってるのかなという風に思います。エムレちゃんはそうですね、アップグレがあるっていう風な選手にしては安いですし、やっぱりコスパの選手としては非常に優秀かなという風に感じます。結構ね、エムレジャンは強いという風に思うので、ちょっと気になる方は使ってみてほしいなという風に思います。ドリブルは重たいです。ドリブルは重たいんですけど、結構いいという風に思います。でそして、カイトですね。カイトも、ワールドカップヒーローに引き続いて、また新しい、バージョンのヒーローで、登場をしたんですけど、やっぱり決定力高いですね。シュートの能力も非常に高いですし、冷静さっていうのも90、超えてるのかなか90かぐらいだったので、非常に強いです。で、この人の逆足さんは、少し気にはなる時はあるんですけど、意外とそんなには気にはならなかったですね。シュートに関しても左足で打とうとは思ってなかったので、右足で打つことが多かったですし、やっぱり決めてくれることは非常に多かったかなというふうには思います。ドリブルは重たさっていうのはありますね。それこそデブライネみたいな感じでしたね。デブライネに似てた、かなっていうふうに思います。TOTY のデブライネではなくて、ウィンターワイルドカードのデブライネと、少し似てたかなっていうふうには、思うので、それこそデブライネを使ってる方だったりとかは、こんな感じなんかっていう風にカイトは、想像しやすいかなという風に思います。守備面もほんとそんな感じで、しっかり取っては、くれるときはくれますし、フィジカルもね、ある程度あるので、この人に関しては、そんなには悪くはなかった。70万ぐらい、するんですけど、めっちゃ高いなっていう風に思うことも、なく、結構勝利に貢献してくれたことが、多かったかなっていう風には、思います。それでもね、一番上に行かなかった理由としても、やっぱりこの人以上に使いやすいような、選手っていうのはいるかなという風には感じるので、それでもね、全然悪くはない。普通に自分は良かったかなという風には思います。でそして、S と A の間にいるのが、TOTT ペリシッチ、そして、TOT はアイコンですねのベッカム、そしてファンタジーフットヒーローパクチソンを入れました。新しく追加をしたパクチソンですね。この人に関しては非常にドリブルがしやすいような、選手にはなっていて、中盤で持てるような、選手ではあります。で守備に関しては少し、能力的には低いんですけど、能力以上に、強さっていうのを感じれるような選手にはなるのかなというふうには思います。もう少しね、ペースだったりが、ワールドカップアイコンのパクチソンと同じっていう風なところが、ちょっと残念ではあります。できれば上げてほしかったなっていう風に思うんですけど、86っていうのも十分、ありますし、
パスも上手くてっていう風な感じの選手、使いやすさっていうのが一番ポイント感じると思います。使いやすいなっていう風に、思う方が多いんじゃないかなという風に思いますし、インターセプトも、ある程度は、してくれるような選手にはなりますし、逆4っていうのも、素晴らしいかなという風には思います。スキルが3なので、攻撃に出ていった際に、何かできるっていう風なことではないので、やっぱこう2列目3列目から飛び出していって、そのスピードのまま、キーパーと1対1みたいな、場面を作れると、こういったシュートまで持っていけるのかなという風には感じます。一番上に行くために、やっぱり守備の部分っていうのはもっと強さっていうのは必要かなという風には感じるんですけど、個人的には非常にこう使いやすいような選手で、かなりドリブルが軽くて、楽しいかなという風には思います。で、そして最後ですね、S です。S はファンタジーフットのジョレンテ、そしてファンタジーフットヒーローアベディペレ、そしてファンタジーフットヒーローオコチャ、この3名を入れました。現役の選手からはジョレンテ、ですね。この人に関しては、明らかなトップレベルの選手で、ここからアップグレードがあるという風な感じになります。サイドバックで使っても自分は問題ないかなという風には思います。守備の能力自体はそこまでないです。高くはないんですけど、なぜか取り切れるというか、しっかり取ってくれるような、力を持ってます。で、フィジカルに関してもそんなに、フィジカル負けっていうのは、しないですし、非常に、強いような選手で、本当に攻撃にも、守備にも貢献をしてくれるような、選手で、一番はね、やっぱりペースですね。ペースが90超えてるっていう風なところが非常に、いいポイントかなという風には思いますし、シュートに関しても、右足、左足もね、逆足4あるので、決めきってくれるような、選手にはなるかなという風に思います。それこそパクチソンよりかは、ドリブルは軽くはない。それこそ軽さっていうのはあんまりないというか、身長184の選手にすると軽いんですけど、めちゃめちゃこう軽いような選手よりかは軽くは、ないので、どちらかというとスピードでぶっちぎる、っていう風な、抜け出し方が、一番良さっていうのは生きるかなという風には思いますし、この人もね、スキルが3なので、やっぱそこのスピードっていう風な部分が、使えると、シュートっていう風な部分でも、持っていきやすいかなという風に感じます。明らかに強い、ような、選手、最強レベルの、CM、サイドバック、にはなるのかなという風に思います。で、そしてアベディペレですね、アベディペレ。アベディペレに関しては、非常に強いような選手として来て、能力がね、上がったような選手で、もともと能力自体は高かったんですけど、そこからさらに強くなった、カードにはなるんじゃないかなというふうに思います。4-4ではあるんですけど、パスも、本当に何でもできますね。中盤の選手としては、何でもできるというか、パスも上手くて、ドリブルも非常に軽くて、スピードもある程度あってっていう風な選手にはなるので、フィジカルはね、若干気にはなる可能性は、あったかな。そんなに印象としてはフィジカル弱すぎるなっていう風なことは、なかったんですけど、若干シュートかな。それよりかシュートの方が気にはなったかな。特に逆足4ではあるんですけど、右足で打った時のシュートっていうのは若干決めきってくれないかなっていう風に思う場面が多少はあったかなっていう風に思います。それ以外は、正直ほぼ完璧かなっていう風に思って、中盤の選手として、また前線の選手としては、普通に強いような選手で使いやすさっていうのは、あったかなというふうに感じます。で、そしてオコチャですね。オコチャに関してやっぱりスキルが5、逆足4っていう風なところが非常に良くて、ドリブル自体も非常に軽いような、選手にはなってます。それこそスキル使わない方はアベディペレでいいと思うし、スキル使う方はオコチャの方が断然いいかなという風には思います。ドリブルの軽さどちらも軽いんですけど、スキル5を使えるオコチャの方がよりかわせるかなという風に思います。で、またオコチャに関してはパスもある程度、出せて、
決定力っていうのも、アベリペレよりかは、まだ、そうです。誤差ではあるんですけど、おこちゃんの方があったかなという風には、感じます。またそれぞれ、同じヒーローの選手でキャムではあるんですけど、また、タイプが違うっていう風な、感じの選手にはなります。それでも、おこちゃん非常に強いような、選手で、この人もね、前線で、ためを作ることもできますし、サイドで使っても、全然活かせるかなっていう風には思うので、個人的には非常に強い、おこちゃんもアビディベレもですけど、めちゃくちゃ強いような、ヒーローの選手として、新しく来たのかなという風に感じます。という感じで、これが、最新版のミッドフィルダーの、ティアリストになります。またね、ここにいない選手だったりとかいると、思うので、ぜひ気軽に、コメントいただければ嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。